あなたは登山において最も遭難事故が多いのはどのタイミングかご存知ですか？頂上へ向かう一番苦しい時でしょうか？いいえ、違います。統計的に多くの事故が起きるのは、登り慣れてきた中腹や頂上から降り始めた気の置けないタイミングだと言われています。これは資産形成という長い航海においても全く同じことが言えます。100万円、1000万円の壁を越えて、ついに2000万円が見えてきた。老後に1000万円問題もクリアしたし、もう大丈夫だろう。もし今、あなたがそう思って、少し肩の力を抜こうとしているなら、警告させてください。あなたは今、極めて危険な魔のゾーンに足を踏み入れています。資産2000万円。ここはゴールではありません。数多くの個人投資家が慢心し、判断を誤り、老後破産へと転落していく、底なし沼の入り口になり得るのです。脅かさないでくれよ。2000万あれば大したもんだろう。そう思いましたか？確かに、世間一般から見れば立派な金額です。しかし、だからこそ危ないのです。自分は小金持ちだという錯覚があなたの金銭感覚を狂わせ、これまで積み上げてきた資産を大きく減らしてしまうリスクがあるのです。今日ここでお話しするのは、資産2000万円帯で発動しやすい3つの貧乏フラウト。この魔のゾーンを無傷で突破し、真の安住の地である3000万円アッパーマッソーへ到達するための重要な命綱についてです。これを知らずに2000万円に到達すると、あなたは高い確率で財布の紐が緩み、投資で余計なリスクを取り始めます。そして数年後、あの時がピークだったと後悔することになりかねません。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。さて、まずは現状認識から始めましょう。資産2000万円という数字。これは、資産形成において、非常に微妙で、かつ注意が必要な立ち位置にあります。1000万円までは、がむしゃらでしたよね。とにかく投資資金を作らなきゃと、常に火を灯すように節約し、1円でも多く投資に回そうと、歯を食いしばっていたはずです。しかし、2000万円を超えたあたりから、不思議な心理変化が訪れます。中だるみです。かつて金融庁が発表し、世間を騒がせた老後2000万円問題。2026年の今となっては、インフレでもっと必要だと言われていますが、それでも2000万円という数字は、私たちの中に一応のゴールとして刷り込まれています。とりあえず2000万貯めたぞ。これで老後は路頭に迷うことはないだろう。この根拠のない安心感が心の隙を生みます。そして、その隙間に魔物が入り込んでくるのです。実は、資産2000万円というのは、富裕層ではありません。しかし、貧困層でもありません。この、どっちつかずの状態が、一番メンタルを狂わせるのです。ここからは、資産2000万円で多くの人が踏んでしまう。3つの貧乏フラグ、地雷について解説します。あなたに当てはまるものがないか、冷や汗をかきながら確認してください。貧乏フラグその1。気が大きくなり、生活レベルを上げてしまう。これが最も典型的で、かつ致命的なミスです。いわゆる、パーキンソンの法則、支出は収入の限界まで膨張するの罠です。2000万円を年利 4% で運用すれば、年間80万円の利益が出ます。これを見て、脳内で悪魔が囁くのです。年間80万増えるんだから、50万くらいの車を買っても罰は当たらないよ。たまには高級旅館に泊まって、自分にご褒美をあげよう。時計くらい、良いものを買ってもいいんじゃないか。わかります。その気持ちは痛いほどわかります。ここまで頑張ってきたのですから、報われたいと思うのは当然です。しかし、ここで生活レベルを上げてしまったら、福利の雪だるまは、そこで成長を止めてしまいます。例えば、今まで軽自動車に乗っていた人が、2000万あるしと言って300万円の SUV に乗り換える。ユニクロで満足していたのに、
ブランド物のコートを買い始める。一度上げた生活レベルは、そう簡単には下げられません。人間の脳は、快楽にはすぐに慣れてしまいますが、我慢にはなれないからです。そして恐ろしいことに、2000万円という資産は、取り崩し始めると、驚くほどの速さでなくなります。例えば300万円の車を買えば、残りは1700万円です。さらに維持費や保険で年間数十万が消えます。相場が悪化すれば、さらに資産は目減りします。気がつけば、資産は1500万、1400万と減り始め、あれ、おかしいなと思った時には、もう手遅れです。慌てて節約しようとしても、贅沢を覚えたからだはもう元には戻りません。惨めな気持ちになりながら、減り続ける通帳を眺めることになります。小金持ち気取り。これこそが、2000万円プレイヤーを破産させる大きな要因です。この状態は、まだ富裕層ではありません。ちょっとお金を持っている庶民なのです。その事実を、絶対に忘れないでください。貧乏フラグその2。投資スタイルが歪み、ギャンブルに手を出す。これは、投資に慣れてきた50代男性に特に多い、慢心の罠です。1000万円までは、インデックスファンド、S&P500 やオルカンへの積み立て投資で、地道に増やしてきた人が多いでしょう。しかし、2000万円に近づくと、こんな感情が芽生えます。インデックス投資は退屈だ。年利 5% じゃ物足りない。もっと早く増やしたい。俺には投資の才能があるんじゃないか。ある程度の資金ができると、気が大きくなり、サテライト戦略と称して、リスクの高い投資に手を出し始めます。これが、地獄への特急券です。例えば、よくわからないハイテク個別株への集中投資。利回り 10% を超えるような、怪しい高配当銘柄や仕組み債。あるいは、レバレッジをかけた FX や暗号資産。2000万あるから、少しくらい減っても大丈夫。そう思って手を出した結果、暴落に巻き込まれて500万円、1000万円を一瞬で失う。そんな事例を、私は山ほど見てきました。退屈さに耐えられず、刺激を求めた結果、長年積み上げた資産を一瞬で溶かしてしまうのです。投資において、退屈であることは順調であることの証です。それを忘れて、スリルを求めた瞬間、投資はギャンブルに変わります。投資の神様ウォーレン・バフェットは言いました。ルール1、決してお金を損しないこと。ルール2、ルール1を忘れないこと。2000万円まで増やせたのは、あなたの才能ではありません。相場が良かったことと、地味な積み立てを続けたこと。この2つのおかげです。自分の実力を過信して、慣れない武器を振り回した瞬間、市場という戦場では、資産を大きく減らすことになります。貧乏フラグその3、家族親戚からのたかり。これは意外と盲点ですが、リアルでドロドロした問題です。資産が2000万円を超えると、隠していても、なんとなく、お金の匂いが漏れ出します。少し良い服を着たり、外食の頻度が増えたり、会話の端々に余裕が出てしまうからです。すると、それを嗅ぎつけた周囲の人々が寄ってきます。家のリフォーム代が足りないんだけど、少し貸してくれない。息子の学費がどうしても払えなくて、お兄ちゃん、保証人になってくれない。特に、50代前後は親の介護や子供の結婚などが重なる時期です。親戚一同の中で、あそこの家はお金があるらしいと噂が立つと、ことあるごとに頼られるようになります。そして、日本人の悪い癖で、2000万あるし、断ってケチだと思われるのも嫌だな、と思ってしまい、つい財布の紐を緩めてしまう。しかし、一度でも貸したら最後です。あそこは ATM だと認定され、要求はエスカレートします。貸した金が返ってくることは、まずありません。あるって言ってたじゃないかと逆ギレされるのがオチです。人間関係が壊れ、資産も減り、ストレスだけが残る。これが、小金持ちを恐る、人間関係の地雷です。いかがでしたでしょうか。ドキッとしたという方も、
多いのではないでしょうか。これら3つの罠は誰にでも明日にも起こりうることです。じゃあ船長、どうすればいいんだ。この魔のゾーンをどうやって抜け出せばいいんだ。答えはシンプルです。2000万円をゴールだと思わないことです。ここは単なる通過点であり、次のステージ、資産3000万円アッパーマッソーへの折り返し地点に過ぎないと認識することです。前回の動画でお話しした通り、3000万円を超えれば人生はイージーモードに入ります。しかし2000万円はまだ中途半端なのです。インフレが進む2026年の日本において2000万円は最低限の防衛ラインに過ぎません。ここで足を止めてはいけません。魔のゾーンを無傷で突破するための具体的な命綱は2つあります。命綱その1、擬態、ミミックすること。生物が外敵から身を守るために周囲の色に溶け込むように、あなたも貧乏なふりを続けてください。資産が2000万円あっても、いや、うちは住宅ローンも残ってるし、カツカツだよ。老後資金なんて全然足りなくて、生涯働かないと。そう言って、周囲に溶け込んでください。車も買い替えない。時計もアップルウォッチのまま。飲み会でも割り勘にする。SNS で資産自慢もしない。この擬態こそがあなたの資産を散財や他人の搾取から守る最強の盾になります。ノーアルタカは爪を隠す。金ある平民は資産を隠すのです。誰にも知られずにひっそりと金持ちになる。これが賢い大人の生き方です。命綱その2、積み立て設定を安易にいじらないこと。これが鉄則です。2000万円貯まったからといって積み立て額を減らさないでください。むしろ配当金が出たらそれを再投資してさらに加速させてください。2000万円貯めた自分を褒めるのは構いませんが、2000万円のご褒美を自分で買ってはいけません。ご褒美は3000万円に到達した時、アッパーマッソーという称号を手に入れた時まで取っておいてください。登山で言えば今はまだ8合目です。ここで弁当を広げて宴会を始めたら頂上にはつけません。天候が急変して暴落が来て遭難するのがオチです。兜の緒を締めてください。2000万円から3000万円への道のりは複利の効果で0から1000万円への道のりよりもずっと早いです。年利 4% なら何もしなくても年間80万円増えるステージです。そこにあなたの入金力が加われば加速力は凄まじいものになります。ここで気を緩めなければあっという間に景色が変わります。あなたが目指すべきは一瞬の小金持ちになって散財して消えていくことですか、それとも3000万円の壁を突破し生涯お金に困らない本物の自由を手に入れることですか。答えが決まっているなら今日からまた淡々と地味な作業に戻りましょう。つまらないインデックス投資を続け、水筒を持って会社に行き、金がないとぼやきながらこっそり資産を増やすのです。その地味な一歩一歩だけがあなたを魔のゾーンから救い出し頂上へと運んでくれます。退屈こそが勝利への最短ルートなのです。今日のお話を聞いて危ない、車を買い替えるところだった、もう一度気を引き締め直そう、そう思っていただけた方、ぜひ高評価ボタンを押して決意を新たにしてください。皆さんのそのブレーキが老後破産を防ぐ第一歩になります。またコメント欄で私はここで失敗しましたという失敗談や2000万超えても生活レベルは変えてませんという成功談があればぜひシェアしてください。あなたの経験が他の視聴者の命綱になります。このチャンネルではこれからも耳障りの良い成功話だけでなく資産形成の途中に潜むリアルな罠や落とし穴についても隠さずに発信していきます。まだの方はぜひチャンネル登録をして私と一緒に賢くしたたかにお金と自由の航路を進んでいきましょう。油断大敵。
買って兜の尾を締めよ。魔のゾーンを一気に駆け抜けましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。